今回の動画ではサイドストーリー、理想都市、常夏の共演祭で実装されるオペレーター。ドクター、なんか手を焼いてることがありゃ手伝うぜ。その資料運ぶだけでいいって？前衛オペレーター、百レンガビルの紹介及び概説を行っていきます。まあ待てドクター、お前の聞きたいことくらいわかるよ。まだ席は医療部に置いたままさ。ただケルシー先生の言う通り、医者が前線で暴れ回ってたら医療部のイメージダウンになるのも確かだから、今後はこの格好で行こうと思ってな。百レンガビルはこれまでのアーツロットを持ち、患者たちを治療していた姿から、斧を持って前線へと駆り出す際の装備へと変えた姿で、これまでの威嚇オペレーターのように極端な心境の変化や立場が変化したということはなく、ただ単にガビルがこちらの方が心情的にはしっくりくるからこの姿にしたというものとなっています。ガビルが手にしている斧はトミミ曰く、以前にガビルが部族から受け継いだ武器とのことで、ガビルはこの斧を用いて赤フラ最高峰の滝を一撃で割り、今ではその滝は赤フラの名所となっているとのこと。とまあ、そんなわけはなく、斧はミニマリストの赤フラで災害が発生するという一報を受けてから、ガビルが武器の更新を申請、ユーネクテスがそれに応えて最高の素材で作り出した装備一式の一つとなっています。なので、斧の手元にはユーネクテスの顔をモチーフにしたものらしきストラップを確認することができます。このように、百レンガビルに関しては、基本的にはガビルが武器を更新しただけというものにはなっているのですが、心境的に全くの変化がなかったというわけではなく、彼女は今回のストーリーが終わり、ロドスに帰還した後は、より自信を持つようになり、饒舌になり、自分の故郷を話すことがこれまで以上に好きになっていたとのこと。なお、ガビルはこれまでも故郷のことを話すのが嫌いだったというわけではなく、ロドスがガビルの過去を徹底的に聞く必要がない以上、ガビルも話す必要がないというスタンスでした。しかし、今回のストーリー以降、ロドスには赤フラ出身のオペレーターが増えたこともあり、赤フラが話題に上がることも増えたので、ガビルも自然と赤フラのことを話すようになっていったというわけです。また、赤フラは今、一つの転換点を迎えているということもあり、話題になることが多いというのも理由の一つでしょう。以前の赤フラはサルゴンの領地ではありますが、未開拓地だったということから政府にも見放された場所ではありましたが、現在では緩やかに進む工業化の流れに合わせて、先進的な技術を持つ数十万のドゥリンが加わり、政府は愚か、先見性のある人であっても、その未来は予測できないほどの道を備えた土地となりました。現在でこそ、巧みな偽装によってサルゴンの支配者たちは赤フラの工業化を知らず、多くのドゥリンたちが地上に上がってきたということも知りませんし、イナムを王族の一人とすることで、他の首長たちと対等な交渉をすることによる安寧を維持することができていますが、今後より技術が発展した際には、偽装によって赤フラの発展を隠し通すということは難しく、赤フラが外圧にさらされてしまうということは想像に難くありません。しかし、ガビルはそんなことも一切心配はしていないのでしょう。今回のストーリー内では、ガビルは自身の目標である患者を救うということと、赤フラの発展による将来への不安の狭間で、どちらを優先するべきなのかと揺らぐことがありました。しかし、ガビルにはユーネクテスやトミミといった信頼できる赤フラの仲間たちがいて、ガビルはこの仲間たちがいれば、赤フラがどんな困難に直面しても必ず乗り越えることができると確信し、そんな信頼できる仲間たちがいる故郷を誇りに思っています。であるならば、なぜ道を迷う必要があるのか。ガビルがより自信を持ち、饒舌になり、故郷を話すようになったのは、赤フラ出身のオペレーターたちがロドスに増えた以上に、赤フラの未来に対する不安が仲間たちによって完全に払拭されたからなのかもしれません。百レンガビルのモチーフとなっている生物は、小心2のイラストに描かれているワニの上顎の形状から、プルスサウルスではないかと思われます。プルスサウルスは1000万年前にアマゾン流域に生息していた巨大なアリゲーターで、現在判明しているワニ類の中でも非常に大きい部類で、プルスサウルスの中でも特に大きいブラジリエンシス種は全長は11メートル、体重は5トンにもなります。街でよく走っている路線バスのサイズが9から11メートルなので、このワニはそれくらいには大きいということです。
生息当時は当然ながら食物連鎖の頂点捕食者として君臨し、この巨体でワニが獲物の息の根を止めるために行うデスロールまで行っていたとのこと。凶暴力はおよそ7トン、恐竜最強の凶暴力を持つとされるティラノサウルスですら6トン程度とされているため、あらゆる点で規格外な生物と言えます。ちなみに現在生息している最大の凶暴力を持つ生物はイリエワニで 1.7 トン程度、人間は約 80kg 程度です。なお、サイズ感も名前からも恐竜のような雰囲気がありますが、れっきとしたワニの仲間ではあります。なぜこんな化け物みたいな生物が絶滅したのかについては諸説はあるものの、有力視されているのは巨体ゆえの環境変化の適応性の低さ。巨大すぎて現在のワニのように潜伏ができないため、巨体を維持できるほどの食料を確保することが難しかったのではないかとのこと。何事も過ぎたるは及ばざるがごとし、ということなのかもしれません。ドクター、私は斧を構える時も杖を掲げる時も他の奴らが楽しくいられるように何かしたいって一心で動いてる。少しは成し遂げられたと思うけど、私の命が燃え尽きるまでもっともっとやってやるつもりだぜ。百レンガビルはブレイズやスペクターと同じ強襲者タイプの前衛オペレーターで、複数の敵を同時に攻撃できる高い殲滅力と素質とスキルによる高い耐久性能を兼ね備えた汎用性あるオペレーターです。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは同じ5四6強襲者であるブレイズと同じ。特に目立った数値というものはありません。潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、素質1強化、攻撃力プラス28、素質2強化、コストマイナス1となっており、目玉となる強化内容は、素質1強化、攻撃力プラス28、素質2強化となります。それぞれ百レンガビルの攻撃力と防御力強化、受ける回復量の強化となっており、百レンガビルの殲滅力と耐久性能に直結した強化内容となるので、必須ではありませんが潜在強化をする予定なのであれば、この辺りを目指すといいでしょう。百レンガビルの HP や攻撃力といったステータスは同じ5四6強襲者であるブレイズと比べると攻撃力がやや低めとなっている一方で HP や防御力は高めというステータスとなっており、強襲者の中では若干防御よりに性能が振られているような雰囲気。とはいえ攻撃力はブレイズとは9しか変わらないので、強襲者としてバランスの良い性能となると百レンガビルの方がスタンダードなのかもしれません。総じて言えるのはステータスの総合的な性能で見ると、百レンガビルは現状の強襲者の中ではトップの性能ということです。百レンガビルのステータスと他オペレーターのステータスを比較した表が上記の通りで、上の表からもわかるように百レンガビルのステータスは強襲者としてはやや防御より、全体的に見るとかなりバランスよくまとまった数値になっていることがわかります。これまでの強襲者は前衛として見ても少し脆いという雰囲気がありましたが、百レンガビルに関して言えばそのイメージは少しマシになっていると言えるでしょう。百レンガビルの素質は昇進1で習得する戦地の恐怖と昇進2で習得する医学的背景の2つ。素質1、戦地の恐怖は常時攻撃力と防御力が最大で 10% 上昇し、さらに敵をブロックしている数だけ攻撃力と防御力が 4% ずつ上昇していくという効果。なので通常時であれば攻撃力と防御力は最大で 22% 上昇し、スキル3発動中であればブロック数は5まで上昇するので 30% まで上昇することになります。この素質による効果の重複回数には制限がないため、例えば保全駐在であれば最大でブロック数をプラス5することができるので、敵を8体同時にブロックしている状態であれば攻撃力と防御力は 44% 上昇することになります。百レンガビルのスキルは性能の関係上、どれもブロックしていることが基本となるので、常に素質効果が最大で発動しているということは難しいですが、基本的には常時発動している素質と考えて良さげ。なので、百レンガビルの性能に合った素質になっていると言えます。素質に医学的背景は、百レンガビルが受ける治療効果を常時 20% 上昇させ、HP が半分以下であれば、上昇率を 40% まで強化するという効果。百レンガビルの耐久性能をさらに強化するための素質であり、例えばケルシーといった元々の回復性能が低いオペレーターからの回復であっても、ある程度のダメージであれば十分回復が回るようになり、HP が半分以下にならなければ回復行動を行わないサリアやニアールの S1 とは特に相性が良くなっています。
例えば、サリアの S1 を100レンガビルが受けた場合は、1回で HP を1686回復してくれるため、スキル発動1回で HP の6割を回復することができるというわけです。なお、この素質の効果は100レンガビル自身による治癒効果にも適用されるので、口述するスキル1の回復効果にも発動することになります。スキル1、精密通撃は、スキル発動中、攻撃力が上昇。自身が敵に与えたダメージに比例して、自身の HP が一定割合回復するというスキル。スキルの性質としては、ガマ撃士の特性と J のスキル2を足して割ったようなスキルとなっており、HP の回復量は与えたダメージの合計量の一定割合、つまり100レンガビルは通常で最大3体の敵を同時に攻撃できるため、3体の敵に与えた合計ダメージの一定割合が HP の回復量となります。また、このスキル効果に対しても素質2の効果が乗るため、相手の防御力次第では1回の回復量が2000を超えるということも不可能ではありません。一方で J のスキル2と同じく、敵に与えたダメージ量に比例して HP を回復するので、防御力が高い敵に対してはダメージを与えられず、回復もしないという状況に陥ってしまいます。スキル1の攻撃力上昇量は、100レンガビルのスキルの中ではかなり控えめの部類となっているので、残念ながら、ボス相手にスキル1でゴリ押しというのはかなり厳しめ。一方で発動に必要な SP は25、発動時間は25秒とスキルサイクルは良好なものとなっているので、定期的に出現するエリートクラスの敵を殲滅するのには絶好のスキルと言えるでしょう。スキル1の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、スキル1と似たような性能を持つラプルマと比べると、単発火力に関してはスキル2とほぼ同等。単体の敵に対してのスキル DPS に関しては半分程度の数値となっており、他のオペレーターと比較をしても、100レンガビルのスキル1は火力というよりも回復寄りな性能ということがわかります。敵の防御力によって HP の回復量が増減するという点については、固定と比べて一長一短な部分ではありますが、100レンガビル程度の攻撃力と素質効果があれば、どちらかといえば有利な点として働きやすくはなっているでしょう。スキル1は口述するスキル2やスキル3が敵の攻撃を防御力などで耐えるという方向なのに対して、回復性能で敵の攻撃を耐えるという元医療オペレーターらしい性能となっています。敵の防御力次第で回復量が増減してしまうという不安定さはあるものの、常時発動する素質効果によって回復量は強化されっぱなしなので、J でよくある全く回復しないということはほぼありません。ただ、口述するスキル2やスキル3を用いることが多いため、スキル1を運用するという場面は少なめ。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、7で据え置いてしまってもいいでしょう。スキル2、チェーンソーアサルトは、スキル発動中、攻撃範囲が拡大、攻撃力と防御力が上昇。ブロックされていない敵を攻撃時、相当の力で100レンガビル側へと引き寄せるスキル。スキル発動中は攻撃範囲が自身の前方6マスまで拡大するにもかかわらず、特性効果である複数の敵を同時に攻撃する効果には変化がないため、非常に汎用性が高い性能となっています。攻撃力の上昇量も最大で 180%、防御力も最大で 50% 上昇するため、ステータス強化スキルとしても優秀。敵を引き寄せる力は相当止まりではありますが、重量2程度の敵であれば100レンガビル側に引き寄せることができるので、いわゆるヘイトタンクのように使ったり、敵の進行方向とは逆に引き寄せるようにすれば、妨害役としても運用することが可能です。100レンガビルは敵をブロックすればするほど、攻撃力と防御力が上昇する素質を所持しているので、ヘイトタンク役としてはうってつけと言えるでしょう。ただし、敵の重量が3を超えると相手をほとんど動かすことはできないので、その場合は持ち前の火力で敵を倒すか、アンジェリーナで敵の重量を下げるかなどしてあげると良さげ。重量が3あるメフィストもアンジェリーナと組み合わせることでこのように引き寄せることが可能です。また、火力面が優秀な他にもスキルサイクルも優秀で、発動に必要な SP は35なのに対して、発動時間は40秒と SP チャージ時間よりもスキル発動時間の方が長くなっています。初期 SP も25と高めに設定されており、配置から最速10秒で発動することも可能なので、例えばレーンが複数あるマップで初動の配置が間に合いそうにない時などに100レンガビルで3レーンを守ってもらうといったことも可能です。スキル2の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、総ダメージこそスキル発動時間と一度に攻撃できる対象が異なっているので差はありますが、100レンガビルのスキル2の単発火力と DPS はテキーラのスキル2とほぼ同じとなっています。
ただ、戦術したように同時に攻撃できる敵の数に差があるので、敵1体に対しての DPS で言えばテキーラの方が上、両者ともそれぞれの最高火力を出せる環境であれば、ほぼ同等の火力になっているという形です。百連ガビルのスキルには、例えばシルバーアッシュや幽竜チェン、エイヤフィアトラのようなめちゃくちゃな火力はありませんが、その分、スキルサイクルがコンパクトに収まっているので、ここぞという場面でなくても使いやすいというメリットがあり、決戦スキルのような状況を打破できるスキルではありませんが、地上の敵に対してであれば、あらゆる場面をそつなくこなしてくれるスキルと言えるでしょう。スキルには汎用性と火力を両立している非常に優秀なスキルであり、ブレイズでいうスキル2のような安定感があるスキルとなっています。ヘイトタンクとして運用してもよし、敵の足止め役として運用してもよし、殲滅役として運用してもよし、前衛と重装、そして特殊のいいとこ取りをしたような動きをしてくれることでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特化3まで強化することを強くお勧めします。スキル3、密林の魂は、スキル発動中、攻撃力と攻撃速度が上昇、ブロック数が増加、受けるダメージが 50% 低下し、スキル発動終了後にダメージ軽減効果でカットした分だけのダメージを20秒間かけて受けるというスキル。スキル発動中の攻撃力はスキルレベル7で1632、特化3で1958まで上昇。攻撃間隔はスキルレベル7で 0.67 秒、特化3で 0.6 秒まで短縮されることになり、ブロック数はすべてのスキルレベルで共通してプラス2、つまり、ブロック数は5まで増加します。当然増加したブロック数に対しても素質1の効果は乗るので、敵をブロック数の最大である5体ブロックした場合は、特化3であれば攻撃力は2203まで上昇することになります。そして、このスキルの最大の特徴はスキル発動中に受けるダメージの 50% は、すべてスキル終了後まで持ち越しができるという点。持ち越しができるダメージは現状実装されているダメージすべてで、たとえ確定ダメージでも持ち越しすることが可能となっています。なので、最大 HP が2900程度の百連ガビルでは本来耐えることができない、ロンディニウム都市防衛複合も耐えることが可能です。また、このダメージ軽減効果は、ダクシンスカジのスキル1のダメージ肩代わり効果とも併用することが可能。上の映像の場合だと百連ガビルよりも先にダクシンスカジが持たないので、さすがに医療を追加していますが、これだけの攻撃を受けても百連ガビルがスキル発動中に撃破されそうな様子は一切ありません。しかし、このダメージ軽減効果はあくまでもスキル終了後まで持ち越しているだけにしか過ぎないため、スキル終了後は20秒間、このように百連ガビルに出血のエフェクトが表示され、スキル発動中に受けたダメージを継続ダメージという形で全て受けることになります。スキル発動中によほどの大ダメージを受けなければ、このように十分回復で賄える程度の継続ダメージとなりますが、スキル発動中に受けたダメージが凄まじいものだった場合は、継続ダメージの量も大幅に増加。この継続ダメージは HP が1になると止まるということもないので、そのまま撤退に追い込まれることになります。スキル3の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りで、単発火力自体は高くても2200程度となっていますが、攻撃間隔が 0.6 秒と凄まじい速さとなっているので、DPS は非常に高く、他の決戦型の星6前衛オペレーターの火力にも勝るとも劣らない性能となっています。しかし、他の決戦型オペレーターのスキルとは異なり、百連ガビルのスキル3は残念ながら攻撃範囲が拡大するということはありません。つまり、凄まじい火力も、最大5体同時攻撃も、ほとんどの場面で敵をブロックしなければ発揮できないというわけで、大火力の5体同時攻撃が攻撃範囲の狭さによって持て余しがちとなってしまっています。そのため、通常ステージにおいての殲滅力としては持て余しがち。一方で保全駐在のような普通の火力では太刀打ちできないシステムやステージでは他のオペレーターでは真似できない殲滅力を発揮してくれるでしょう。スキル3は非常に速い攻撃速度と最大5体同時ブロックによる殲滅力、受けるダメージを持ち越すことによる普通の攻撃では撃破されないほどの耐久力を得ることができるスキルで、他のオペレーターでは対処することが困難な場面を対処することができる性能を持ちます。一方で、全ての場面において有用かと聞かれればそういうわけではなく、攻撃範囲がスキル発動中も拡大しないため、いい意味でも悪い意味でも殲滅力を持て余すということが多め。スキル3の性能を従前に発揮できる場面はあまり多くはないと言えるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7、または必要に応じて特化3まで強化するといいでしょう。
百レンガビルの基地スキルはどちらも訓練室に関するものとなっており、ダブルやダクシンスカジなどと同じ特化ランク3の訓練時の訓練速度を大幅に短縮する代わりに、協力者である百レンガビルの体力消費速度を増加させるというものになっています。アイレイニと組み合わせることによって前衛の特化訓練速度を大幅に短縮することができるので、百レンガビルの実装によって特化することが多い前衛オペレーターの強化時間を大幅に短縮することができるでしょう。それでは実際に百レンガビルを使用していきます。今回使用するステージは GTHX3。百レンガビルのステータスは昇進2のレベル90、スキル3の特化3となります。私が来たんだから慌てんな。素質の効果によって百レンガビルのステータスはブロックしている敵の数によって変動。ブロックしている敵の数が多ければ多いほど攻撃力と防御力が上昇します。安心して、きっと大丈夫だから。加減はしますよ。どこに向く？ウォーミングアップはここまでだ。空気の陸地に乾きすぎね。スキル発動後は攻撃力と攻撃速度が大幅に上昇し、凄まじい殲滅力を得ることができます。また、ダメージカット効果も付与されるので耐久力は上昇しますが、一方で、防御力に関しては一切の変化がないため、スキル終了後に受ける継続ダメージを合わせると、スキル発動中と未発動で受ける総ダメージが変化するということはありません。なので、ダメージの持ち越しはスキル3発動中に強敵を倒すことができれば、大きな問題にはなりませんが、倒せなかった場合は、敵からのダメージに追加して、持ち越した継続ダメージが上乗せされることになるので、一気に劣勢を強いられることになってしまいます。宣戦こっち向きやがれ。スキル発動中であれば攻撃力が2700あるビッグアダムの攻撃すら受けることが可能。今回は回復役がダクシンスカジしかいないので、HP は攻撃を受けるたびに減少し続けていますが、ここに医療オペレーターがいれば、ほとんど HP を減少させずに百レンガビルだけで完封するということも可能です。スキル終了後は、スキル中に持ち越したダメージを継続ダメージとして受けることになります。今回は、1回に受けるダメージ量がかなり多かったため、ダクシンスカジでは微妙に回復量が足りていない状態。
この状態で放置した場合は継続ダメージによって撤退することになります。ドクター、不用意に目立つことはやめましょう。百レンガビルは高い殲滅力と耐久性能を兼ね備えた汎用性が高いオペレーターで、同じ母子力強襲車であるブレイズと比べると継続火力では劣りますが、瞬間火力は圧倒的にこちらの方が上となっています。全体的に見て前衛と重装を掛け合わせたような性能となっており、他の前衛では重装を間に挟んで対処していた敵を百レンガビルであれば百レンガビルだけでねじ伏せるということも可能。まさしく己のフィジカルだけで相手を叩き潰すフィジカルお化け、殴り合いで物事を解決する赤フラ出身らしい性能に仕上がっていると言えるでしょう。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。百レンガビルのスキル特化は汎用性が高く、統合戦略での運用も見込めるスキル2がおすすめ。今後実装される統合戦略3において、主に序盤に活躍してくれることでしょう。スキル3に関しては、現状では性能的に持て余してしまっているという雰囲気が強く、今すぐに特化した方が良いというわけではありません。ただ、殲滅力と耐久性能という点においては、非常にポテンシャルが高いスキルではあるので、特化待ちの順番が空いた頃にでも特化しておくといいでしょう。以上で、百レンガビルの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクター、たまには自分の直感も信じてみろよ。こんなにたくさんの奴に信頼されてんだから、目をつぶっててもお前の拳は強え。私と比べたらお前が執務室を出る前にぶっ倒せるだろうし、私の方が上だな。